白昼夢、江戸川乱歩。あれは白昼の悪夢であったか、それとも現実の出来事であったか。晩春の生暖かい風がおどろおどろとほてった方に感じられる蒸し暑い日の午後であった。用事があって通ったのか、散歩の道すがらであったのか、それさえぼんやりとして思い出せぬけれど、私はあるバスへの見る限りどこまでもどこまでもまっすぐに続いている広い埃っぽい大通りを歩いていた。洗いざらした一獲物のように白茶けた商家が黙って軒を並べていた。三尺のショーウィンドウに埃でだんだら染めにした小学生の運動シャツが下がっていたり、碁盤のように仕切った薄っぺらな木箱の中に赤や黄や白や茶色などの砂のような種物を入れたのが店いっぱいに並んでいたり、狭い薄暗い家中が天井からどこから自転車のフレームやタイヤで充満していたり、そしてそれらの殺風景な家々の間に挟まって細い格子戸の奥にすすけたご神灯の下がった二階屋が、そんなに両方から押しつけちゃ嫌だわという格好をして、ボロンボロンとわいせつな三味線の音を漏らしていたりした。あっぷくちきりきあっぱっぱー、あっぱっぱー。おさげをほこりでお化粧した女の子たちが道の真ん中に輪を作って歌っていた。あっぱっぱーという涙ぐましい旋律が霞んだ春の空へのんびりと蒸発していった。男の子たちは縄跳びをして遊んでいた。長い縄のつるが粘り強く地を叩いては空に上がった。田舎島の前をはだけた一人の子がぴょいぴょいと飛んでいた。そのありさまは高速度撮影機を使った活動写真のようにいかにも悠長に見えた。時々重い荷馬車がゴロゴロと道路や家々を振動させて私を追い越した。ふと私は行く手にあたって何かが起こっているのを知った。14、15人の大人や子供が道端に不規則な半円を描いて立ち止まっていた。それらの人々の顔には皆一種の笑いが浮かんでいた。喜劇を見ている人の笑いが浮かんでいた。ある者は大口を開いてゲラゲラ笑っていた。好奇心が私をそこへ近づかせた。近づくに従って大勢の笑顔と際立った対象を示している一つの真面目腐った顔を発見した。その青ざめた顔は口を尖らせて何事か熱心に弁じ立てていた。野心の向上にしてはあまりに熱心すぎた。宗教家の辻説法にしては見物の態度が不謹慎だった。一体これは何事が始まっているのだ。私は知らず知らず半円の群衆に混じって弔問者の一人となっていた。演説者は青っぽいくすんだ色のセルに黄色の角帯をきちんと締めた風采の良い、見たところ相当教養もありそうな四十男であった。かつらのようにきれいに光らせた髪の下に中高のらっきょう型の青ざめた顔、細い目、立派な口ひげでくまどった真っ赤な唇、その唇が不作法に椿を飛ばしてバクバク動いているのだ。汗をかいた高い鼻、そして着物の裾からは砂ぼこりにまみれた裸足の足が覗いていた。俺はどんなに俺の女房を愛していたか。演説は
今や好調に達しているらしく見えた。男は無料の感慨を込めてこう言ったまま、しばらく見物たちの顔から顔を見回していたが、やがて自問に答えるように続けた。殺すほど愛していたのだ。悲しいかな。あの女は浮気者だった。どっと見物の間に笑い声が起こったので、その次のいつよその男とくっつくかもしれなかったという言葉は危うく聞き漏らすところだった。いや、もうとっくにくっついていたかもしれないのだ。そこでまた前にも増した高笑いが起こった。俺は心配で心配で。彼はそう言って歌舞伎役者のように首を振って、商売も手につかなんだ。俺は毎晩寝床の中で女房に頼んだ。手を合わせて頼んだ。小生、どうか誓ってくれ。俺より他の男には心を移さないと誓ってくれ。しかしあの女はどうしても私の頼みを聞いてはくれない。まるで商売人のような巧みな筐体で、手練手管で、その場その場をごまかすばかりです。だがそれが、その手練手管がどんなに私を引きつけたか。誰かが、ようようごちそうさまと叫んだ。そして小生。皆さん。男はそんな繁盛などを無視して続けた。あなた方がもし私の境遇にあったら一体どうしますか？これが殺さないでいられましょうか？あの女は耳隠しがよく似合いました。自分で上手に言うのです。兄弟の前に座っていました。結い上げたところです。きれいにお化粧した顔が私の方を振り向いて、赤い唇でにっこり笑いました。男はここで一つ肩を揺り上げて見栄を切った。濃い眉が両方から迫ってすごい表情に変わった。赤い唇が気味悪くひん曲がった。俺は今だと思った。この好もしい姿を永久に俺のものにしてしまうのは今だと思った。用意していた千枚通しをあの女のにおやかな襟足へ力任せに叩き込んだ。笑顔の消えぬうちに大きい糸切り刃が唇から覗いたまんま死んでしまった。にぎやかな広告の楽隊が通り過ぎた。大ラッパが頓強な音を出した。ここはお国を何百里離れて遠き満州の。子供らが節に合わせて歌いながらぞろぞろとついていった。諸君、あれは俺のことを触れ回っているのだ。マガラ太郎は人殺しだ、人殺しだ。そう言って触れ回っているのだ。また笑い声が起こった。楽隊の太鼓の音だけが男の演説の伴奏でもあるようにいつまでもいつまでも聞こえていた。俺は女房の死骸を5つに切り離した。いいかね。胴が1つ、手が2本、足が2本。これでつまり5つだ。惜しかったけれど仕方がない。よく太った真っ白な足だ。あなた方はあの水の音を聞かなかったですか？男はにわかに声を低めていった。首を前に突き出し、目をキョロキョロさせながら、さも一大事を打ち明けるのだと言わぬばかりに。3721日の間、
私の家の水道はザーザーと開けっぱなしにしてあったのですよ。5つに切った女房の死体をね、シトダルの中へ入れて冷やしていたのですよ。これがね、皆さん。ここで彼の声は聞こえないくらいに低められた。秘訣なんだよ。秘訣なんだよ。死骸を腐らせない。白というものになるんだ。白。ある遺書の白の甲が私の目の前にその著者のカビ臭い絵姿とともに浮かんできた。一体全体、この男は何を言わんとしているのだ。なんとも知れぬ恐怖が私の心臓を風船玉のように軽くした。女房の油ぎった白い胴体や手足がかわいいろう細工になってしまった。お決まりを言ってら。お前それを昨日から何度おさらいするんだい。誰かが無作法に怒鳴った。おい諸君。男の調子がいきなり大声に変わった。俺がこれほど言うのがわからんのか。君たちは俺の女房は家出をしたと信じきっているだろう。ところがな、おい、よく聞け。あの女はこの俺が殺したんだよ。どうだ、びっくりしたか。あはははははは。断ち切ったように笑い声が止んだかと思うと、一瞬間に元の生真面目な顔が戻ってきた。男はまたうめき声で始めた。それでも女は本当に私のものになりきってしまったのです。ちっとも心配はいらないのです。キッスのしたいときにキッスができます。抱きしめたいときには抱きしめることもできます。私はもうこれで本望ですよ。だがね、用心しないと危ない。私は人殺しなんだからね。いつおまわりに見つかるかもしれない。そこで俺はうまいことを考えてやったのだよ。隠し場所をね。おまわりだろうが刑事だろうが、こいつにはお気がつくまい。ほら君、見てごらん。その死骸はちゃんと俺の店先に飾ってあるのだよ。男の目が私を見た。私ははっとして後ろを振り向いた。今まで気のつかなかったすぐ鼻の先に、白いズックの火覆い、ドラッグ、請け合い薬、見覚えのあるマルゴシックの書体、そしてその奥のガラス張りの中の人体模型。その男は何々ドラッグという称号を持った薬屋の主人であった。ねえ、いるでしょ。もっとよく私のかわいい女を見てやってください。何がそうさせたのか、私はいつの間にか火覆いの中へ入っていた。私の目の前のガラス箱の中に女の顔があった。彼女は糸切り刃をむき出してにっこり笑っていた。忌まわしいろう細工の種物の奥に真実の人間の皮膚が黒ずんで見えた。作り物でない証拠には一面に産毛が生えていた。スーッと心臓が喉のところへ飛び上がった。私は倒れそうになる体を危うく支えて火覆いから逃れ出した。そして男に見つからないように注意しながら群衆のそばを離れた。振り返ってみると、群衆の後ろに一人の警官が立っていた。彼もまた他の人たちと同じようにニコニコ笑いながら男の演説を聞いていた。
何を笑っているのです。君は職務の手前それでいいのですか？あの男の言っていることがわかりませんか？嘘だと思うなら、あの広いの中へ入ってごらんなさい。東京の街の真ん中で人間の死骸が晒し者になっているじゃありませんか。無神経な警官の肩を叩いて、こう告げてやろうかと思った。けれど私にはそれを実行するだけの気力がなかった。私はめまいを感じながらひょろひょろと歩き出した。行く手にはどこまでもどこまでも果てしのない白い大道が続いていた。陽炎が立ち並ぶ電柱を海藻のようにゆすっていた。